テキーラ。皆さんはテキーラに対してどんなイメージを持っていますか？一気飲み？それとも罰ゲーム？苦い思い出がある人も多いと思います。実は世界の多くで飲まれているのはテキーラミクストと呼ばれており、テキーラはわずか 51% しか入っていない添加物を大量に混ぜた安いテキーラ。添加物がたくさん入ってるから二日酔いにもなりやすいと言われていますが、本物のテキーラはテキーラの発祥の地メキシコのテキーラ村で飲むことができるみたいです。アメリカでは今空前のテキーラブームが起きており、一杯数万円、時には数十万円の値がつき、世界中のセレブがこぞってコレクションする最高級の芸術品。今回は一般には公開されていない農場と最古のテキーラ蒸留所へと潜入し、皆さんのテキーラの概念を 100% 変えてみせます。はい、皆さんこんにちは。ルイス・サリアルでございます。僕はですね、今メキシコのテキーラという街に来ておりまして、テキーラ発祥の地であり、お酒の名前がそのままテキーラと名前がついてる、そんな街になります。僕自身テキーラに関して何度もお世話になってるお酒でして、ただショットグラスで飲むお酒のイメージが強くて、すごい美味しいって飲んだ経験そんなにないんですけど、実はですね、僕たちがいつも飲んでるテキーラって、51% がテキーラで、それ以外の 49% がサトウキビとか糖類の添加物が入った安いテキーラらしいんですよ。ただこの街にはですね、100% テキーラが存在しているらしくて、実際に今日その本物を試してきて、皆さんのテキーラの概念を変えれればなと思ってます。それでは行きましょう。テキーラの歴史は500年以上前のアステカ帝国の時代まで遡ります。神話によれば、ある時雷がアガベに落ち、中の芯が焼け焦げて甘い蜜が溢れ出たのが始まりとされています。当時はアガベの樹液を発酵させた聖なるお酒プルケを神に捧げていました。そこに16世紀大航海時代のスペイン人がやってくる。彼らは自分たちのブランデーが底をついたため、現地のプルケを見てこう思いました。これをヨーロッパの技術で蒸留してみたらどうなる？こうして生まれたのがテキーラの原点であるメスカルになります。特にこのテキーラ町の周辺は火山が多くあり、ミネラル豊富な火山性の土壌のおかげで最高品質のブルーアガベがたくさん育った。18世紀には大規模な蒸留所ができ、この地で作られたものだけがテキーラという特別な名前で呼ばれるようになりました。今ではメキシコ国内の指定された5つの州で製造されたもののみがテキーラと名乗ることができ、全世界で飲まれているテキーラはここメキシコで全て生産されているのです。これがテキーラの原料ブルーアガベっていうらしくて、今これでだいたい5年ぐらい経ってるアガベらしい。この下にあるのがパイナップルって言われるテキーラの原料になるやつですね。Bien, miren, vamos a comenzar a explicarles primero cómo se reproduce esta planta. Hay que quitarles todo lo que esté un poquito más seco, hay que quitárselas para poderlos maniobrar bien. Es para saber si la planta está sana o está enferma. この色で健康かどうか見てるらしくて、この白色だったらめっちゃ健康らしい。Va muy profundo. Aquí se afloja la tierra, se pone la planta y con el pie hay que regresarle la tierra y hay que echarle un baile, un zapateado. Hay que hacer el hoyo primero. ¿Sí? Sí. Ahí está. これを入れますね。自分が植えたやつが5年から10年経ったら誰かのテキーラになってるっていう。Muy bien, muy bien. Ya se puede quedar a trabajar aquí si gusta, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Más o menos se arrancan entre 30 y 40 mil plantas al día. Esto es buenísimo para desestresarse, ¿eh? Miren. Este se hace cuando la planta tiene 3 años. Entonces, en el siguiente año le hacemos otro corte que le nombramos arbolito.
Hay que ir cortando ya la parte del centro para que la piña vaya creciendo más. Y si vemos que la planta no quiere desarrollarse como uno quisiera, entonces el otro corte va aquí así. Ya ahí, ya la hoja no crece, sino crece la piña, va a engordar más. Miren, entonces ahorita, miren, este trabajo se le nombra quima o cosecha. Hay que empezar a quitarle las hojas. Es más o menos la forma de una piña. これがアガベの中身ですね。うん。何も味がしない。全然甘くない。甘くないリンゴみたいな味。テキーラの唯一の原料であるブルーアガベ。アガベがテキーラになるまでおよそ10年かかる。ウイスキーやワインは樽の中で10年寝かせる。でもテキーラは樽に入れる前の土の中で10年を生きる。ここには伝統的な収穫職人ヒマドールがおり、重さ5キロを超える道具を自在に操り、1本の葉を数秒足らずで削ぎ落としていく。彼らが狙うのはパイナップルのような形をしたアガベの芯。この巨大な塊を彼らは1日に何百本も全て手作業で掘り起こしていくのです。命を削るように畑と向き合う彼らの手仕事なしにテキーラは生まれない。じゃあショット？わーお。謎にショット渡されましたね。これ絶対飲めってことだよね。まあ楽しみですね。世界中のホセクエルボがここだけで作られてるらしい。めっちゃね、甘い匂いがするんだよね。蒸留所に運ばれたパイナップルのようなピニャは巨大なレンガのオーブンで24時間から48時間じっくりと蒸し焼きにされる。蒸し焼きにされたアガベは内部に蓄えられたでんぷん質が濃厚な糖分へと変化する。焼き芋のように甘い蜜の香りが蒸留所全体を包み込む瞬間、これがテキーラ独特の深みのある糖度の土台となる。Slice, don't eat the fiber, only the juice. OK。Okay? これが焼かれた後のアガベらしい。いただきます。甘い。very sweet。Very sweet. very sweet。うまっ。これがテキーラになるなんかマジで信じられないわ。加熱されて柔らかくなったピニャは粉砕され、純粋なアガベ果汁が絞り出される。絞り出された果汁にイースト菌が加えられ、72時間から96時間の発酵が始まる。ポコポコと気泡を立てて波打つ液体はまさに生命が息づいてる証。発酵を終えた液体は2回の蒸留にかけられる。1度目の蒸留で雑味を取り除き、2度目の蒸留でアルコール度数を一気に60度近くまで高めていく。現れたのは一切の濁りがないテキーラのピュアな原種ブランコ。テキーラブランコ、サルー。 Oh, strong. ドン。 Strong. 強い。これテキーラブランコって言って、樽に入れる前のテキーラ。だから真っ白、透明。でもめっちゃ強い。55% だね。強い。そして透明な原種はオークダルへと移され、熟成庫の静寂の中で長い眠りにつく。テキーラは熟成期間によって名称と金額が変わってくる。2ヶ月から1年でレポサド、1年から3年でアニェホ、そして3年以上寝かせるとエクストラアニェホ。樽の木肌から溶け出すバニラやカラメルのアロマが荒々しい原種の角を削り、琥珀色の深い気品を与えていく。時間という目に見えない職人がテキーラを完成させる最後のピースなのです。 2 months, less than a year in the barrel. ちょっと色が樽の色がついてるって感じだね。
サルー。あんま変わんない、個人的には。Is this アネホ？これが樽に入れて1年から3年経ってるやつ。サルー。美味しくない。テキーラだ。これがエクストラアネホ？サルー。すごい。鼻から抜けていく感じがめっちゃする。甘い。普通のテキーラよりも飲みやすいかも。めっちゃ甘い、これ。人は時にテキーラを一夜の過ちを誘う酒と呼び、ただ喉を焼く刺激として切り捨ててきた。7年の歳月をかけて大地のエネルギーを吸い上げたアガベ、職人が身を削り収穫、炎と蒸気で磨き上げてきた原酒、そして暗闇の樽の中で何年も眠り続けてきた静寂の時。ただ酔うためにテキーラが作られているのではない。一つのボトルが生まれるまでに膨大な時間が費やされている。それは過酷な大自然と何世代にもわたって技を紡いできた名もなき職人たちのプライドが織りなす液体の芸術。今宵も世界のどこかで飲まれているテキーラ。その一滴の奥深くには今日もテキーラの大地で静かに息づく美しくも力強いメキシコの魂が宿っている。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アディオス。みんなもね、日本で 100% アガベのテキーラ探してみてほしい。滑らかさとか味が全然違うし、二日酔いにも全くなんないって言われてるから、テキーラ飲むんだったら絶対 100% アガベを飲んだ方がいいよ。